はいどうも、直樹です。前回はランダム性のある飛び道具を持つファウストを紹介してきましたね。ランダム性の飛び道具を絡めた立ち回りやコンボの可能性は無限大でやり込み要素が多いのでおすすめです。さて、今回ご紹介するキャラクターは七色の瞳を持つボスキャラのイノです。今回もプロフィールをピックアップして紹介しますね。詳しくは右枠に書いておきます。身長165センチ、体重46キロ、趣味、じらすこと、嫌いなもの、自分を楽しませられない人間と、基本的に色気のあるお姉さんという感じのキャラクターになっています。ただ怒らせるとかなり柄が悪くなるという側面もありますね。それではキャラクターストーリーの方をご紹介します。といってもボスキャラなのでそこまでストーリー展開がされていません。あの男の持つ力とその壮大なスケールの計画に興味を示した彼女は自ら立ち上がった祭りの邪魔になりそうな人間たちを全て消し去ってやるために、あの男とは黒幕的な立ち位置のキャラクターです。あの男に協力したためにボスキャラという立ち位置になっているわけですね。キャラクター設定はこんな感じです。それでは格言においてのイノについてですが、いわゆる置き攻めキャラクターになっています。ただの置き攻めキャラクターではなく、ダッシュ移動がホバーしながら上昇するキャラクターになっています。具体的にはこちらのようになっています。ホバーダッシュに何のメリットがあるかと言いますと、簡単にジャンプ攻撃、つまり崩し技、中断技を出すことができるんですね。このように素早い崩し技を出すことができます。それらを踏まえると、イノのレーダーチャートはこんな感じかなと思っています。攻撃力は普通程度になっています。防御力は真ん中くらいになっています。機動力は2回空中ダッシュをすることができるので、比較的高い方かなと言えます。近距離3、中距離3、遠距離3。基本的にはどの距離も戦えるオールラウンダーと言えます。遠距離で安全に飛び道具を出すのもよし、中距離でダウンさせるのもよし、近距離で崩し技を振っていくのもよしといった3拍子揃っている感じです。近距離は簡単に出せる崩し技が強力なので、積極的に崩し技を使っていくといいでしょう。中距離は相手をダウンさせやすい技を持っており、相手をダウンさせて置き攻めに行く布石にするといいと思います。遠距離は安全に高打つ音階、通称音符を出して相手へ触りに行くといいでしょう。この音符は入力後一定時間が経つとイノが攻撃を食らっても音符が消えないのでなかなかに強力です。イノの戦闘スタイルはこんな感じかなと思います。イノのアドバイスとしては、イノの勝ちパターンはケミカル愛情や狂言実行などでダウンを取って音符を重ねてからホバーで崩し技と下段技で攻めてまたダウンを取って音符を重ねてという置き攻めループに持っていくことになります。なので基本的にコンボミスが負けにつながりやすいのでコンボ練習はしっかりすることをお勧めします。先ほどお伝えした通り音符が発生した後はイノが攻撃を食らっても音符が消えないので遠距離などの場合は積極的に使っていくといいと思います。また S 版か HS 版の大木をさする手、通称大木はイノの位判定が低くなって少しだけ投げに対して無敵がついていてかつ下段技なので困った時やとっさの時に出すのも強いです。展開の早い置き攻めをすることができまた多彩な動きをすることができるキャラクターなのでやり込み要素が好きな方におすすめです。さてイノのカラー一覧はこちらになります。自分の好きなカラーを見つけましょう。そしたらさらにキャラクターに愛着が湧くはずです。今回はここまでになります。次回はイケメン大好き料理人なジャムになります。それではバイバーイ。